皆さんこんにちは、アロハスイートです。今回はこちらのキルティング生地で作るフラップポーチの作り方を紹介していきたいと思います。表生地はキルティング生地で、中には裏生地がついています。今回はこちらの幼稚園のお便り帳がちょうど入るサイズで作ってみました。サイズ違いでも作れるように、後ほど生地の裁断サイズについても説明していきます。バッグなどを作った端切れでお揃いのポーチにしてもとっても可愛いです。まずは材料です。キルティング生地と裏生地、蓋部分にはマジックテープよりもより簡単に取り付けができるスナップボタンを用意します。スナップボタンは目打ちで穴を開けたら、あとは指でパチンと留めるだけで取り付けることができます。スナップボタンと目打ちはともに100円ショップセリアなどでも購入できます。まずは生地の裁断サイズから説明していきます。今回は袋部分の出来上がりサイズが縦14センチ×横18センチで作っていきたいと思います。こちらが生地の裁断図になります。本体部分の表生地は作りたいサイズに上下左右それぞれ1センチずつの縫い代を追加したサイズになります。本体部分の裏生地は本体部分の表生地2枚を縫い代1センチで縫いつないだ大きさと同じになります。蓋部分は本体部分と横幅を揃え、縦幅はお好みの長さに設定します。まずは本体部分の表生地2枚を縫いつないでいきます。生地の方向をこの図のように合わせたら、生地同士を中表に合わせ、端を1センチの縫い代で縫いつないでいきます。これで本体部分の下準備ができました。今度は蓋部分を作っていきます。柄の向きをこの図のように合わせたら、生地同士を中表に重ねます。下の3辺に縫い代1センチの線を描いたら、角の部分は何か丸いものを使ってカーブにしておきます。線の上を縫っていきます。カーブの部分は少しスピードを緩めながらゆっくりと縫っていきます。角の部分はハサミで切り落とし、細かく切り込みを入れておきます。生地を裏返し、アイロンで押さえ、きれいに形を整えていきます。この時、内布が少し内側に入るように押さえるときれいに仕上がります。端から数ミリのところに押さえのステッチを入れていきます。ミシンの押さえの一目彫り分ぐらいの幅でステッチをかけていきます。これで蓋部分が出来上がりました。続いて本体部分の表生地と裏生地を袋状に縫っていきます。それぞれ中表に半分に折ったら、端から1センチのところをそれぞれ縫っていきます。これで内袋と外袋が縫い上がりました。表生地の角の部分をハサミで切り落としておきます。表生地部分を表に返していきます。角の部分は針など先の尖ったものを利用して角をきれいに出しておきます。表生地部分の柄の出方を見ながら、袋の裏側にしたい方を決め、蓋を仮止めしていきます。表生地部分と蓋部分が中表になるように重ね、クリップで留めていきます。この時、サイドの縫い代部分はきれいに開いてクリップで一緒に留めておきます。端から5ミリのところを縫って蓋を仮止めしていきます。縫いやすいようにミシンのアーム部分を取り外しておきます。
これで2部分が仮止めできました。今度はその上に裏生地部分の内袋を中表になるようにかぶせていきます。端の縫い代部分を割って両サイドの内袋と外袋の縫い目の線を揃えておきます。全体を待ち針で留めたら、蓋がついている方に6センチくらいの返し口を開け、縫い代1センチで周りをぐるっと一周縫っていきます。返し口の部分から縫い始め、初めは数針返し縫いをしてから縫い始めます。縫い代1センチの幅でまっすぐに縫っていきます。最後も数針返し縫いをしてから終わります。返し口から生地を返し、袋状に形を整えていきます。アイロンで押さえ、きれいに形を整えていきます。特に袋口の部分はしっかりと押さえておきます。この時、内布が少し内側に入るように押さえるときれいに仕上がります。最後に袋口にぐるっと一周ステッチをかけていきます。押さえの目盛りの1目盛り分ぐらいの幅でぐるっと一周ステッチをかけていきます。最後にスナップボタンを取り付けていきます。スナップボタンを取り付けたい位置に針で印をつけたら、目打ちで穴を開けていきます。スナップボタンはこちらの4つで1セットになります。対になるボタン同士を指でそれぞれパチンと留めれば、これで完成です。こちらのアロハスイートチャンネルでは、入園入学グッズをはじめ、いろんなアイテムの作り方を紹介しています。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。